車を買ってまず最初にやる作業といえば、そうですね、エンジン下ろしですね。おはようございます。ガレージライフのお時間です。ということで今日はこのケーターハムスーパーセブン、これのエンジンを下ろしていきたいと思います。先日このスーパーセブン買ってきたばっかりなんですけど、ご覧の通りあっちもこっちもオイル漏れ、ヘッドカバーからのオイル漏れ、クランクプーリンところからのオイル漏れ、あとオイルパンからも漏れてます。ここはクーラントも漏れてますね。作業としては下ろさなくてもできなくはないんですけど、他にもミッションのシール交換とかもやりたいし、あとエンジンマウントとかね、あとホース類とかこういうゴム系の部品も交換したいので、乗っけたまま作業をやるよりかはエンジンを下ろしてしまった方が作業が楽そうなので、今回はケーターハムのエンジン下ろしということで作業をやっていきます。走行距離は5万5000キロで、多分シール類だけ変えてあげればエンジンの中のメタルとかは問題ないと思うんですけど、万が一壊れてた場合もう一回エンジンを下ろさなきゃいけなくなってもめんどくさいんで、先にエンジンの状態だけ確かめていこうと思います。ということでコンプレッションテスター、エンジンの圧縮を測るやつですね。これ使ってエンジンの今の状態を確かめてみたいと思います。前回エンジンかけてテストしてみたとき、割と吹き上がりも良くてエンジンの状態はねかなり良さそうだったんですけど、実際測定してみないとエンジンがどんな状態にあるかわからないですからね。数値として見た方がその車の状況を把握しやすいかなと思ってエンジン測定したいと思います。そう、この車水温センサーとかその辺もねちょっと、信用ならないというか、ラジエーターファンも回らないんで、アイドリングを普通にさせとくのもちょっと怖い状態なんで、この状態で温度計をここにセットして、本当のクーラントの温度、水温の温度を把握したいと思います。前回エンジンかけるときバッテリー上がってたんでジャンプしたんですけど、充電やっておいたんで多分今回は普通にかけられると思います。エンジンかけるときはアクセルペダルをね 2,3 回こうポンピングして、加速ポンプ使って燃料吹いてあげてやるとエンジンかかり良くなるらしいです。かかるかな。うちのこの車ケントエンジンっていう 1600cc のエンジンなんですけど、メーター表示は7000回転までついていてレッドゾーンがないんですけど、視聴者さんが6000回転からレッドゾーンだったはずですって教えてくれたんで、ちょっともうこの後ねエンジンかけることできなくなっちゃうんで、そこまで回してみたいと思います。普通にうるさい排気の音じゃなくて吸気、インテークの方からの音がすごいうるさいでもめっちゃいい音する。15分ぐらいずっとアイドリングさせてたんですけど、水温がね60度ぐらいから全然上がってこないですね。こっちの水温計で見ても60度なんで、水温計そんな狂ってはいなそうですけど、全然温度が上がってこないんで、もしかしたらサーモスタットが入ってないかもしんないですね。ふかしたりとかもやってたんですけど、全然温度がこれ以上上がらないんで、多分ここにサーモがいると思うんですけど、
まあエンジンばらしてみてからチェックしたいと思います。とりあえずこのままだといつまでたっても水温これ以上上がらないんで、もうこの状態で圧縮測定やりたいと思います。燃料タンクがトランクの下にあって、多分そこに燃料ポンプがいるはずなんで、燃料ポンプ配線抜いてガソリン出ないようにしてから圧縮測定やっていきます。よいしょよいしょよいしょ。とりあえずトランク外して、よいしょ。はい。燃料ポンプがない。とりあえず燃料タンクについてるこれ、燃料ゲージのフロートがついてるやつですね。これ外して燃料ゲージが振り切ったんで、これは燃料のやつで間違いないと思います。そしてネットで調べると、なんかこの辺にね、ポンプが外付けでついてる車がいっぱいあったんで、うちの車もあるんじゃないかなと思ったんですけど、ないです。で、下のこっちのフロアの方についてる可能性もあるなと思って下潜って覗いたんですけど、ポンプっぽいものはついてませんでした。でエンジンルームもよーく見てみたんですけど、なんかそれっぽいようなものが全然見当たらなくて、まあ困った時の Google 先生ということでめちゃくちゃこう調べまくったら、なんとこの車燃料ポンプ機械式みたいです。このキャブレターの下にあるこの丸っこいの、これですね。これが燃料ポンプみたいです。機械式の燃料ポンプ初めて見ましたマジか。これ燃料ポンプキャンセルできないですよ。エンジンの圧縮見れないよ。いやどう見ればいいんだろう。いやわかんない。燃料カットができない。このままプラグ外して圧縮測定しようとするとガソリン吹いちゃって、で最悪の場合ね、火吹く可能性あるんで、ガソリンの燃料カットのやり方がわからないんで圧縮測定やめときます。とりあえずだからプラグだけ先にチェックしますか。今見ても後で見てもあんま変わらないんですけどね。1番プラグもうすすけちゃって真っ黒黒すけです。ただ電極は全然減ってないです。2番プラグも真っ黒、3番プラグ、4番も同じく真っ黒。もうこの状態から他に点検できそうな部分ないですもんね。コンプレッションも見れないし、水温センサーはね生きてたっぽいですけど、サーモスタットが入ってない疑惑が出たぐらいで、もう気持ち切り替えてね、エンジン早速下ろしていきたいと思います。これ一筋縄ではいかなそうだなあ。一つ分かったことがあります。ラジエーターキャップはゴムがベロンベロンになっていましたこれはもう交換ですね。エンジンとかミッションとかみんな外してしまって元に戻せなくなったら困るんで、写真はたくさん撮影しておきました。なんかね、やっぱり日本車と違うというか、古い車だからなのかキャブレターの車だからなのか、なんかちょっとよくわかんないんですけど、なんかね今まで作業やってきた車と勝手が違うなっていう感じがします。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。まずはクーラントを抜いていきます。抜いたクーラントはめちゃくちゃ綺麗でした。オイルが浮いてるような感じもないし、サビとかも全然ないです。そうすると残るは13なんだけど、頼むから13で。あ、13ミリだ。あ、13ミリだ。よかった。あ、大丈夫大丈夫。いけるいけるいける。そしたらラジエーター外していきます。一応ね、インチの工具買ったんですけどまだ届かなくて、とりあえずできるだけ作業進めてみようって思ってたんですけど、よかった。は
いラジエーターが外れました。このホースが刺さってる場所からはクーラント漏れてるんですけど、これはホース自体がダメそうですね。多分ホース変えれば収まると思います。表側こんな感じです。若干フィン潰れてたりはするんですけど、そこまで目立ったような大きな傷はなさそうです。ちなみに今回は僕も本当にもう触ったことない車で手探り状態なんで、ジムニーとかの時みたいにサクサクは多分動画進まないと思います。下手にね作業進めちゃうと本当にわけわかんなくなっちゃいそうなんで、しっかりじっくりチェックしながらやっていきます。クーラントのリザーブタンクを外します。よいしょ。よっ、はい、これがリザーブタンク。キャップはバイアリースですね。マフラーを外さないとエンジンから液マニを外すことができないんで、マフラー取っていきます。うわしゃ、マフラー取れました。マフラーはね、穴開いてたんで、アルミテープで簡易的な補修をしておきました。べっこり穴開いてて結構排気漏れしててうるさかったから、この辺とか、この辺とか。これちゃんと直せれば直したいと思います。バイクと同じ差し込みタイプのマフラーですね。よいしょ。取れた。マフラーの方にサイレンサー入れてたから、ここ排気漏れしてました。多分排圧上がってね、こっちにちょっと抜けてたんだと思います。漏れた跡があります。これで多分液マニを外せるんじゃないかなと思うんですけど、うわ、ここに来て、はい、出ました。ここ多分インチネジだと思います。 G5 のレンチだともうスカスカで空回りでも G6 のレンチだと入らない。なんか G5.5 とかそのぐらいな感じのサイズっぽいですね。多分インチじゃないかな。あ、5.5 ある。あ、ラッキー。工具持っててよかった。たまたま G5.5 のレンチ持ってたんで、これで多分いけるかもしれないです。あ、ぴったり。下から上これ何、どう抜くの？あ、上に抜くのか。あ、こうだ。よいしょ、取れました。そしたら次はバッテリーとセルモーター外していきます。本当はもうちょっと先にねこれやるべきだったんですけど、ちょっと外すの忘れてました。これね、バッテリー配線がね1本切られてるんですよ。切られたのかな、切れてる。多分これボディ側に落とすなんかアース線があったんじゃないかなって思うんですけど、今回は配線も引き直しというか手直しというか、なんかそんな感じのことをしなきゃいけないのかなと思います。これバッテリーのプラス側の線ですけど、こんな折れちゃってるのはちょっと危ないですよね。バッテリーは充電するときにステーとかを一回外してたんで、今ステついてない状態ですけど、本当はこれステついてました。よいしょ。うわ、重たいなこのセルモーター。シャー取れました。すごい重い、これでかっ。オルタネーター外していきます。バンドは再使用し、いやなんか油吸ってる感じがするから交換にしましょうか。切っちゃいます。よいしょよいしょ。うわ、これも結構重いな。次キャブレター外していきます。よし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 よいしょ、取れた。キャブレター外れた。キャブレターは3番のポートだけなんかちょっと汚れてましたね。これ今表裏逆になってるんで、左から1番2番3番4番です。なんかこんな感じで汚れてます。他はねめっちゃ綺麗です。でこの汚れてるのね、なんか多分ガソリンっぽいですね。下の方はね茶色く汚れてるんですけど、上の方は綺麗なんで、多分ガソリンが漏れた後なんじゃないかなって感じがします。
3番のキャブレターだけなんかオーバーフローしてたみたいですね。ちなみにヘッド側はこんな感じでございます。これは右から1、2、3、4っていう感じです。特にどうってこともない綺麗ですね。3番だけがちょっと汚れてます。あと純正でちゃんと面取りがされてますね。段付き加工ちゃんとやられてます。インテーク側もバリ取りしてあって研磨されてます。キャブレター自体は結構あちこちからガソリンが漏れてる感じがあるんで、オーバーホール必須って感じですね。結構あちこちからガソリンの漏れた跡とか、ガスケット類が吹き返したような感じとか、結構すごいです。プラグコードの順番分かんなくならないようにデスビに番号書いちゃいます。1番、これ1、そしてこれが2、これが4、左側4、そしてこっちが3。プラグコード外しちゃいます。よし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 よ、取れてます。ステアリングシャフトです。ブローバイのタンク撤収します。これただホースここ刺さってるだけでした。次はエンジン下側についてるオイルパンガードを外していきます。よいしょ、取れた。よいしょ。うわオイルパンがへこんでるぶつけたんだねこれオイルパン外して叩けば治るかな。穴開いちゃうかな。鉄だからいけるか。あとは不要な配線とか外してしまって、久々の登場、エンジンクレーン。まさかこんなに早く使うタイミングが来るなんて思ってなかった。エンジンクレーンかけ終わりました。取り付けはエンジンブロックにあるサービスホールで固定してあります。今軽くねテンションかけた状態で、ほんと軽くエンジンつってるかつってないかぐらいな感じにしてあります。でこの状態でミッションのボルト外して、でエンジンマウント、この奥の方にあるこの横のバーみたいなのがエンジン支えてるやつなんですけど、これも外して、でエンジンを上げていきます。でこのまま外すとミッション落っこっちゃうんで、ミッション落っこちないようにジャッキかけてあります。硬いか。回った。これでエンジンマウントも切り離して、配線とかもつながってるものないんで、あとはここをプライバーでこじってあげればエンジンが外れるはずです。普通に吊り上げようとするとエンジンの前側がフレームに当たってしまって吊り上げることができませんでした。クランクプーリーがフレームに当たっちゃってますね。この状態でも後ろ側はクラッチがミッションに引っかかってる状態です。なのでエンジンの重心を少しずらして前側を上げて少し前に出して、でまた重心を前にずらして少しずつ前に上に上げていくような感じで作業をやりました。取れたー。エンジンが取れましたー。エンジンスタンドにつけるのにこのクラッチとフライホイールが邪魔になっちゃうんで先に外してしまいます。よいしょ。はい、クラッチ、そしてクラッチカバー取れました。そんなに重くない。ジムニーのやつはめちゃくちゃ重かったんですけど、ケータハムそんなに重くない。はい、ということで無事エンジンが下ろし終わりました。グッドボタンチャンス。
さっき撮影しにくくて撮れてなかったオイルパンのへこみ、こんな感じです。結構へこんでますよね。これ叩いて戻せるかな。よくここまでへこんでもオイル漏れとか起こさなかったですよね。結構ね、べっこりへこんでます。そしてオイルパン、ここがね、こんな感じで溶接されてるんですけど、どうやらこれもともとは別の車のオイルパンで、それをケーターハムのオイル容量に合わせるために鉄板作り足してるみたいですね。すごいですね。純正でこういう感じなんですね。こっちもさっきちょっと撮影で見にくかったかなと思うんですけど、これが機械式のオイルポンプです。このエンジンの方からこう駆動を取って、それでポンプ動かしてるみたいです。初めて機械式のオイルポンプを見ました。エンジンは結構ね、やっぱりオイルまみれですね。もうギトギトです。で、ところどころやっぱ塗装剥がれて錆出てたりとかもするんで、この辺はね、綺麗に塗装してあげたいなと思ってます。エンジンルームなんですけど、こっちもね、結構オイルが飛び散ってますね。あ、これはなんか土みたいです。土。これは関係ない。結構ね、オイルがあちこちに溜まってますね。そしてミッションもオイルでベタベタです。ハウジングのところ、多分ここのインプットシャフトのところからね、漏れてるんでしょうね。いや、エンジン側かな。エンジンのクランクプーリーかな。まあ、両方怪しいんで、これは両方ともシール交換っていう感じになると思います。エンジンを下ろすのに唯一固着してたボルトがこれです。ここのエンジンマウントのところのボルト。これだけがちょっと錆びて、固着してたんですけど、それ以外のボルトは割と素直にかじったりとか、錆びて固着したりとかもなく、ラチェットで全部緩めれるような感じだったんで、全然錆びてなくて作業が楽でした。ここのエンジンマウントのところだけインパクト使って緩めた感じです。ネジかじっちゃったりとかすると、交換するネジ調達するのが大変なんで、できるだけネジ山とかダメにしないようにね、手の感覚に頼る感じで、今回は手回しでネジを外していきました。こっちには今日外した部品を並べてみました。エンジンフード、ノーズ、そしてラジエーターなどなど、ここは細かい部品たちです。ゴムホースとかは結構バキバキになっちゃってるんで、これ全部交換ですね。多分交換になると思います。エンジンマウント、セルモーター、オルタネーター、キャブレター、マフラー、バッテリー、そしてフライホイール、クラッチです。クラッチ結構ね、ディスクの残量残ってるんで、これはね、再使用全然できそうな感じです。フライホイールはまあそこそこ焼けてるというか当たりがついてるんですけど、問題なさそうな感じですね。で、今回外したボルトたち、いつもはこういうカップに入れてね、こう保存するんですけど、今回これしか入ってません。これフライホイールをクランクプーリーに留めるためのボルトです。これだけカップに入ってて、あとは全部こういう感じで、外したところにネジを戻すような感じでね、作業をやりました。もちろんエンジン側もこんな感じで、ボルトとかネジはもともとついてた場所に戻してあります。で、唯一戻せなかったクランクプーリーのボルト、それはここ干渉してしまうんでつけることができませんでした。まあ、ここだけならね、忘れないかなと思うんで、そんなに心配はいらないと思います。日本車と全然ネジの感じが違くて、元通りに戻せそうな気がしなかったんで、こういう風にもともとついてた場所に戻してるっていう感じですね。ということで今回無事エンジンを下ろすことができました。すっごい本当工具の選定が難しいぐらいで、部品点数はものすごく少ないから割と簡単かもしれないです。ただめんどくさいだけで別にそこまで難しくはないかな。まだジムニーの方がね、細かい部品とかたくさんついてたし、インプレッサなんかになると多分もう嫌になると思うんで、部品の数が多すぎて、センサーだとかね、いろいろ電子化されてすごく大変だから。でもケーターハム本当にね、シンプルというか、ほぼ機械式というか、そういう感じで、センサーとかそういうのも全然ないですからね、ハーネスとかもね。
エンジンを下ろすのはすごく簡単でした。今後の作業予定としては、エンジンは分解洗浄してガスケット類の交換、多分クランクとかピストンとかメタルとかその辺は問題ないと思うんで、綺麗に掃除してセミオーバーホールみたいな感じでやっていこうかなと考えてます。あとところどころねサビが、エンジンブロックにサビが出てたりするんで、塗装して綺麗に直してあげたいですね。ボディの方はミッションも下ろして足回りも外して内装も外して、今雨漏りしてたりとかするんで、きっちりとシーリングとかもしっかりやって車を直していけたらいいなと考えてます。なかなかこういう車を触れるタイミングっていうのもめったにないと思うんで、今回やり残しのないように隅々まで作業をやってみたいと思ってます。今後の動画の続きが気になるよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回もご覧ください。バイ。